やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。さて、今回は、TRN の新作、TRN TAH-MAX だ。TRN は、中華低価格イヤホンを触ってる人なら、必ず一回は興味が向くだろう。超マルチドライバのハイブリッドイヤホンを展開していた、低価格、金属ハウジング、感触傾向の強いサウンドが特徴のブランドだ。していた？そう、最近はドライバ数のリセットがかかり、TRN-BA15 や TRN-VX Pro などの、モンスター級イヤホンを発売して満足したのか、ドライバ数ではなく、音色や付加価値を押し出したラインナップになっている。TAH は、そんなドライバ数の共有化が行き過ぎた TRN をリセットするモデルとして、2021年に登場した。シンプルな、ダイナミックドライバ一発、バランスドアマチュアドライバ一発の、最小構成のハイブリッドイヤホンだ。この構成のイヤホンは、すでに何度も中華低価格で発売されているんだけど、どれもこれも、同じベルシングの3万95と同じ外観の 10mm ダイナミックドライバが使用されていて、もはや、誰でもできる、ハイブリッドイヤホンキット状態だった。そんな中でも世代更新や各ブランドの特徴で差別化されてるのを楽しむのもまたオツだったんだけども、TRN も、1BAH ダイナミックドライバといえばこの構成だったんだ。そこに風穴をぶち開けたのが TAH。今までの 10mm とは異なる、採用例が少なめの 8mm ダイナミックドライバを採用。さらに、BA ドライバは低価格で親の顔より見たベルシング製のものではなく、一段精度などで優れるとされる、ノールズ製のものを採用するぞ。というか言葉を選ばないで言えばベルシングの元ネタだ。さらに、外装も高級感のあるものを採用し、TRN の価格帯に対するイメージを一段引き上げた。これでお値段7000円くらいかなと踏んでいたところ、飛び出てきたのは5000円。もちろん、音に対する評価も良好で、TRN の中でも定番の1台、となったわけだ。その後、TA シリーズは、低価格化された外装を持つ、TA や、2BAH ダイナミックドライバの TA2 などがリリースされるも、相変わらず高音域のキレや、金属外装から、TAH がおすすめされている状況だったんだけど、そこに、TAH の正当な後継、に見える、TRN の TAH-MAX が、1年を経てリリースされた、というわけ。そんなわけで満を持して登場した、TRN TAH、背面に開放度を高めるスリットを持つなど、大きく印象を変化させる要素はあるものの、基本的なシルエットは、名作、TAH を踏襲する。だけど、これ、別物だ。ノールズ製 BA ドライバーを採用した、1BAH ダイナミックドライバー、という大筋は変わってないんだけど、これは、TAH のアッパーバージョン、というより、TAH のエッセンスを継承しただけの完全な新規開発品だな。金属外装は、重量のある亜鉛系合金から、音も重量も軽やかな、アルミ削り出しに変更。TRN では亜鉛系合金の方が珍しいので、TAH-MAX は TRN で多いアルミ系合金に戻った、とも言える。さらに、ダイナミックドライバは、通常の複合樹脂振動板を採用していた、8mm のものから、10mm のベリリウムコーティングダイナミックドライバに変更されたぞ。背面開放、ドライバ刷新、外装の素材変更。残ってるの、外見くらいじゃない？さらに、その外装に関しても、ノズルに角度がつくなど、大幅に改良が加えられている。とどめに TRN で唯一の採用例だった、MMCX コネクタすら QDC にピンタイプに変更されているぞ。繰り返すことになるが、やっぱり別物だこれ。そんな、TAH の形をした別物である、TAH-MAX、外装から詳しく見ていこうか。TAH-MAX が採用している、アルミ削り出しの外装は、TRN が何度も使用してきたものだ。ノズルは別部品ではなく、本体と一緒に削り出されている。低価格品だと、この部分は別パーツになっていることが多いんだけど、ここはより頑丈な上位製品仕様だ。アルミのハウジングは軽量で、角もしっかり丸められている。また、表面はサンドブラスト加工が施されていて、手触りも良好だ。さらに、TAH からコストが上がったおかげで、ノズル部分に適正な角度がついた。TAH は全くノズルに角度がついていなかったので、人の耳によって装着感が大きく変わり、結果として、音色まで大きく変わる仕様だったんだけど、TAH-MAX に関しては、程よい角度がついたノズルとなっているので、人と装着感によってレビューが大きく変わる、ということはなさそうだ。さらに、背面はある程度開放されていて、硬質で反応の良い響きを返す、アルミハウジングと相まって、TAH-MAX のキャラクターに大きな影響を与えるぞ。リケーブル周りは MMCX か独自端子のような形に見えるかもしれないが、外してみれば普通の QDC2 ピン端子だ。QDC2 ピンは、中国系ブランドの中で幅広く使われている形だな。
付属品は、DRN が上位製品によくつける、金属製のイヤホンケースと、それから、豊富なイヤーピース。といっても、今回は装着難がなかったので、そのまんま最初からついてる M サイズのイヤピを使ったぞ。イヤピは少々固めで、しっかりと装着できるタイプ。快適な装着感のためにサイズは自分に合ったものを使おう。それから、フォームウレタンタイプのイヤピもついてくるな。ケーブルは、DRN の VX Pro や BA7 などに付属した、銀メッキタイプ。これでも十分音色は楽しめるし、細いので取り回しも良い。アップグレードも積極的に狙っていけるな。内装について見ていこうか。DAH-MAX は、一見オーソドックスな 1BAH ダイナミックドライバなんだけど、ドライバのサイズは、DAH の 8mm から 10mm に変更された、10mm 波中華イヤホンの中でも、最もありふれたドライバサイズなんだけど、振動板は、コストの関係で低価格ではあんまり見かけない、ベリリウムメッキ振動板となっている。ドライバの大型化を、背面開放度の増加、アルミハウジング、ベリリウムメッキ振動板の2点でフォローしているので、DAH より音がぬるくなった、と感じることはまずないだろう。むしろ、DAH よりシャープで、より DRN 的な仕上がりになってるぞ。これに、DA シリーズの売りである、ノールズ製 BA ドライバーを組み合わせて、DRN DAH-MAX が成立している、というわけ。というわけで、いつもより長くなったけど、音色について見ていこうか。個性、仕上がりの両面で大満足だ。DAH-MAX は、背面開放度やベリリウムメッキの振動板によって、個性的な中高音域を獲得しつつ、DRN らしい、ドンシャリバランス、スピード感のある低音、加えて、今回は開放度の高さとアルミ製外装から来る、音の広さなどなど、魅力的な要素をうまく組み合わせた、DAH とは全く異なるイヤホンに仕上がっている。過去にも、この形のアプローチをする DRN イヤホンは数多く存在していて、開放感とドンシャリ、というと、DRN V90 なんかも非常に出来が良かったんだけど、DAH-MAX は、より BA 数が少ないことにより、音にメリハリがあり、また、DRN 初採用のベリリウムメッキダイナミックドライバのおかげで、金属音の響き方が過去の DRN イヤホンとは異なるな。特に、単体で鳴るギター、金属音に関しては、より浮き出るようなバランスになっていて、さらに、そこにアルミ外装がより鋭さを加えている。また、過去の背面の開放度を増したイヤホンは、どうしても高音域に刺さりを感じるようなものも多かったんだけど、DAH-MAX には金属の鋭さはあれど、不快な高音の刺さりなどはないな。いかにも中華ハイブリッド的なパワフルな鳴り方に、背面開放による爽やかさと、よりキラキラと響く金属音を付与した感じだ。音色的な弱点は、DAH よりボーカルがちょっと主役でなくなったところだろうか。ただ、これは高音が大幅に強化されたので、そう聞こえてる感じが強いかも。過去の中華イヤホンのように、ボーカルが置き去りになっている、というよりは、高音域が浮き立って、キャラが濃すぎるのかもしれない。低音域は、しっかりとパンチが効いていて、サブベースも十分に感じることができる。ただ、背面開放を大きく取っているせいか、どっかん耳に叩き込まれるような印象はないな。適正な音量、距離で鳴ってる感じで、全体が低音に飲まれないので、サブベースまで考慮しないと、低音は結構おとなしく聞こえてくるかも。ただ、何度も言うが、サブベースはしっかりと聞こえてくるので、薄っぺらかったり、スケール感を感じない鳴り方にはなってないぞ。より重量があって、密閉度が高かった DAH 無印の方が、低音域の量感は感じるかもしれないな。とにかく、金属音の粒立ちが良好で、ここを中心に楽しむイヤホンだと思う。ただ、他の部分に関しても、DRN の中では高級ラインに入る、DA シリーズにふさわしい完成度だ。ボーカルは妙に金属質になったりしないし、低音も開放感が強いものの、しっかりと出ている。高音から中高音が主役だが、きちんと他の音域に関しても出てるのが、5年前からは考えられない総合力と完成度だ。それから、この中高音の響きと、背面開放のおかげで、やたらと空間が広く、澄んだ聞こえ方をするところも強調しておきたい。より明確でわかりやすく、なおかつ粒立ちも良いと、イヤホンの、小さくて、ドライバが近い強みを活用しまくってる音でありながら、空間は広く、ミニチュア感を感じさせない出来だ。言い方は悪いが、このイヤホンは嘘をついている。だが、不満に感じないのはいい嘘だ。DAH に比べて、個性が強くなった。それは他社のライバルに比べて、埋没しない、ということだ。このイヤホンの直接的なライバルは、キネラの BD5 Pro とかになると思うんだけど、背面開放度が強い DAH-MAX は、より爽やかで反応が良い印象がある。BD5 Pro の方が、どっかん低音が鳴るんだけど、パワフルな高低音が、中音域を生き埋めにかかる場面があるんだよな。それに比べて、DAH-MAX はより整理されて、あっさりとなってる感じ。ただし、しっかり量感は感じるぞ。
それぞれ好みだと思うので、好きな方を選択してほしい。僕は当然のごとく両方好きなわけだが。為替が不利なこともあり、7000円と、そこそこがっつりとした価格のイヤホンなんだけど、その価格上昇に見合ったアップデートは、間違いなくある。というか、アップデート、というより別物なんだよな、これ。ちなみに、どうしても近い価格で魅力的に感じる、TRN-VX Pro という旧ドライバのモンスターイヤホンと比較すると、VX Pro の方が、より全体が見通しやすく、また神経を割くと、それだけ音が聞き分けられるイヤホンだ。TAH-MAX も感触、高速系の音色なんだけど、こっちの方が元々の音が整理されていて聞きやすく、楽しみやすい。近いように見えて、楽しみ方の方向性は結構違うイヤホンなので、自分が欲しいイヤホンをよく吟味して選ぶのがいいと思うな。予算が許すなら VX Pro と V90 と TAH と TAH-MAX あたり行くと幸せになれそうだが。というわけで、TH-MAX は、TH とは別物の、新型イヤホンだ。アルミ外装、背面開放強め、ベリリウム 10mm ダイナミックドライバー、そしてノールズ製 BA。結果、すごく爽やかで、重みもちゃんとある音色を提供する。金属音のきらびやかさは特に注目だ。感じる空間もとても広く、1ランク上の価格と戦える TRN という要素は健在。ノズル周りも再設計されて、装着感もより万人向けになったぞ。おすすめだ。と、こんなところだな。T1 から何が変わるのか、と思ってたら全部変わった。VX Pro のような超マルチ機が好きな人も、シンプルな構成のイヤホンには、それでしか聞けない音もあるから、ぜひとも興味関心を向けておくといいだろう。過去のこのタイプのイヤホン、全部聞き直してきたくなったな。といったところで今回はここまで。